はい、皆さんこんにちは。今日もね、ちょっと株を見ててね、3、4時間ぐらい今見て終わったとこなんですけど、昨日ね、寝るのが少し遅かったんで、起きるのも遅くなっちゃって、2時間半ぐらいしかちょっと見れなかったんですけど、でも毎日毎日ね、そんな感じで起きて株見てってやってるんで、だんだん自分なりの法則みたいなのがね、できてきますよね。こういう風なのがいいんじゃないかな、こういう銘柄いいんじゃないかな、みたいなね。最近ね、思ってるのは、力があるはずの株なのに、何かと一緒に下げられてるとか、評価の割には過度に下がってるみたいな、なんかそういうのをちょっと見たりしてますね。そういうものって、下向きのね、力がね、すごくぐーっと働いてて、ぐーっと押し付けられてるような感じがするんですけど、でも本当に力がある株って、下の下までね、落ちていかないんですよね。そこで持ちこたえてるというか、その持ちこたえる姿勢が斜めに下がりながら持ちこたえているのか、水平にね、ある値段をキープするように持ちこたえてるのか、例えば過去のね、ある価格をね、気にしながら、そこよりはね、下がらないぞ、みたいな気持ちでね、持ちこたえているのかとかね、いろんな姿勢があるんですよね。で、最近だったらちょっと気になってる株が、例えばプライベートエクイティってあったじゃないですか。上場をしてみんなからお金を集めるとかそういうんじゃなくて、プライベートに出資したい人と出資してほしい会社をつなげて、で投資家にはこういうちょっと特別なとこあるんですよみたいな、なんかそういう結構金利もらえますよとかね、なんかそういう風にお金を集めて出資してたみたいな。最近ね、そういうところが、いや実は超赤字だったんじゃないのとか、いやお金をね、投資したお金を返してほしいんだけど、いや契約書の都合で来年まで返せませんみたいな、なんかそういうやり取りが結構あって揉めてて、そういう系の株ってね、めちゃくちゃ下がったんですよね。でもその決算とかちょこちょこね出てて、いやでも案外数字悪くなくないみたいな、結構儲かってるじゃんそういう会社普通にとかね、なんかそういうのがね出てくると、みんながあれちょっと今まで売りすぎてたんじゃないのとか、実は業績いいんだからそろそろ値段も底を打つんじゃないのみたいなね、なんかそういうのが感じてる気配をちょっとね見えてくるというかね。他にはね、例えば不動産とかね、いや不動産アメリカって今金利高いじゃないですか。普通のね金利も 4% とかね、30年の国債とかだったら 5.1% とかね、それぐらいなんですよ。で2、3、3、4年ぐらい前か、4年ぐらい前に家を買うときって金利が 2% 後半とか 3% ぐらいで買えたんですよ。それが今買おうと思ったら 7% とかね、そんぐらいかかっちゃうんですよね。家の金利って普通の金利よりちょっと高いんで、それだったらもう例えば 2% 後半とか 3% の金利で家を買うんだったら、例えば30万ドルぐらい借金をしてね買うとしたら、月の支払いだいたい2000ドルいかないぐらい、1500とかね、そんなんなのに、多分 7% とかだったら3000ドルとか、なんかもっといくと思うんですよね。なのでもうなんか全然違うじゃないですか、2倍ぐらい違うんで。そうなると家を買う人が少なくなってるから、いや不動産ちょっと今業績良くないんじゃないのとかね、なんかそういう気配でずっとその不動産の株って下がってたんですよ。でも最近テックとかね、最近だとスペース X とか、なんかそういうところにお金がね今まで入ってた感じでぐーっと伸びてた感じがあるんですけど、その辺ってもうかなり値段が高くなってしまってて、株の値段が過熱すごいなーみたいな感じで、ちょっとねビビってる感じがするんですよね、みんな。この高い値段で自分が買ってって高い値段で掴んでしまうの怖いなみたいな。でそういうのって大体そのヘルスケアとか不動産とか、そっちにお金が移ってったりするんですよ。でその不動産なんですけど、なんか
金利めっちゃ高いみたいな感じで業績大丈夫なんみたいな、そんな不安な感じがあるんだけど、でもこうそれにしてもでも安くないみたいな感じがちょっと出てきてる感じがするんですよね。例えばテックとかああいう株で持ってる株がね2倍3倍になるぞみたいな、そういうものをみんな欲しいって思ったりもすると思うんですけど、まあそういうのって配当がねないんですよね、大体。でも不動産って金利こんな高い状態なのに純利益が 20%、30% あるようなすごい業績いい会社がたくさんあって、でそれでいて株価もいやこれ以上はもうちょっと下がんないんじゃないのみたいなところで踏みとどまり始めてる兆しがちょっとあるんですよ。でそういう会社って配当も 3%、4%、5%、6% とかね、そういうのある会社がたくさんあって、いや無理してテックとかそういうので狙わなくても今この辺ちょっと底なんだから買いやすくないみたいな、だいたいここが底じゃないって見えてるんで損切りとかもしやすいんですよ。そこより下行ったら、また手放せばいいじゃんと、戻ってきたら買えばいいしねとか、なんかそういう感覚を持ちやすいというか、で配当が 3%、4%、5%、6% って大体ね今短期でね国債、さっき金利上がってるって話しましたけど、短期の国債とかをねなんか買ったりするんですよ。それでね4% とかねなんか配当がもらえるんですよね。でその普通の国債じゃなくて短期のね3ヶ月とか6ヶ月の国債とかだったらそういう債券だったらあんま怖くないじゃないですか。3ヶ月半年ぐらいでね世界がどうなるかみたいなねあんま思いづらいんで、それもねなんか 4% ぐらいあるんですよ。なので普通に現金にしとくぐらいだったらそういう SGOV とかなんかそういうのあるんですけど、そういうのにしとこうかなみたいな人が多いなとは思うんですけど、そういう人もちょっと不動産のね株で 4%、5%、6% 配当がついて、しかも今そこなんだったら株価自体も上がってくるなら、じゃあちょっと不動産の株とかにした方がいいのかなみたいなね、そういう気配がねちょっとね出てるのを感じるんですよね。あと例えば金利がねこんな感じなのかな、高いなって感覚なんですけど、でもクレジットカードとか保険とかね、なんかそういうとこの会社がねちょこちょこねここもなんか上がり始めてる感じがしてね、なんかそういう気配ありますよね。でなんか僕はちょっと最近友達と喋ったりしてますね。あとやっぱちょっと金ですよね。昨日今日ですけど金がねちょっと上がり始めてきて、上がり始めてはいるんですけど、出来高とかねなんかそういうの見ると本当に金がこう売り買いでね活況というかね戦ってた価格帯ってもうちょっと上なんですよ。なので前哨戦って感じがするんですけど、ここを買ってさらに上に行ってまた上でまた勝負があってっていう感じがね、なんかそういう雰囲気感じますね。なんでねここから入り始める人もいるかなみたいなね、そういうのもあるなと思うんですけど、でもこういうの本当難しいなと思うのはどういうふうに自分が金と付き合っていきたいのかとか、それは期間とかねなんか持ってくのか、ある程度で売っていきたいのかとか、なんかどういう買い方をしても自分がそういうのをきちんと決めてないと結局負けるんじゃないかなって、なんかそういうふうに最近思うんですよね。なんか例えば金は今まで、人類が見つけてきた中で相当な候補というか、唯一ねほっといても腐っていかない、上がり続けてきた物質の一つっていうか、人類が見つけた数少ない価値の補完基準の一つとしてものすごい信用が世界中で高いなと思うんですよね。なのでだからこそ金はもうずっと持つんだみたいな、そういうメンタルってあるじゃないですか。
でもそういうメンタルを持ってるから、この前の金の高値のところでみんな売れないわけですよね。でずっと今金で含み損になってる人結構いるんじゃないかなとか思うんですよ。あそこでこの値段を割ったから売ろうかなみたいなのって、その金はずっと持っていくっていうメンタルと喧嘩するじゃないですかね。だからね、そういう風にね、こう自分の本当に商材ごとにこう付き合い方を決めていかないと、なんかすごい迷うんですよね。一つの例えば商材に対して長期で持ちたい、いや短期でとか複数の感覚を持ったまま複数の場所でこうエントリーというかね、こう買って入ってってしまうのってかなり難しいなって僕は思うんですよね。なんかその死んでも持ち続けるぞみたいな気持ちと、いや短い期間でもいいかなって2つの感情がもう最初からこうぶつかってるじゃないですか。なのでそのチャート見るたびにその気持ちを何度も何度もこう整理しないといけないというか、すでに自分の心の中に2つの波を抱えた状態で始めてしまうじゃないですか。でその上で市場の株のこう上げ下げのこう波だったり、他からねこう入ってくる情報発信の波だったり、またそれを受けて自分の中でその感情がねまた波打つんで、そういう複数の波が打ち寄せる中で一つの方向性強い、こういう信念で自分は行くんだって作るのって結構ね、こうその気持ちを束ねていくのがね難しいんですよね。なんかそういうのをうまく束ねて、この長さこのサイズこの太さ、これで自分は入るんだって決めてくるのが株とかに限らずなんか大事なことなんじゃないかなって僕は思って生きてるんで、なのでそういう難しいところでなんか勝負しないようになんかしてるんですよね。なのでね、そういうその難しいなと思うものよりは、ここだったらかなり価値が高いのにもうすごい売られてるなとか、プライベートエクイティとか不動産とか、最近だったらアドビとかね、パッケージ系のソフトウェアあるじゃないですか、イラストレーターとか。いやこういうの AI がたくさん出てきたらなんか使う人減ってくんじゃないのかなと思われてる、そういうのでめちゃくちゃ売られてるけど、実は業績全然落ちてないですよみたいなのがきちんといやこれ以上下がらないんじゃないみたいなところで株価が踏みとどまってるのを何度も何度も確認して、で恐る恐る入ってくるみたいな。で自分でそのラインをここより下げたらもう売るっていうのをきちんと決めといて、そこでなんか手放すって決めていけば付き合い方がすごい一本でいけるじゃないですか。あとなんか前はこの値段だったからっていうその前の値段がみんな頭にちらついてるんで、結構ねそこを目指してね上がっていきやすい気もするんですよね。なんかそういうのがね、みんながこう気持ちが一致しそうだなみたいなところに自分の気持ちも一緒に出資していくっていうか、なんかさっき言ってたね、いろんな波が心にこう波打つのを束ねるのは難しいっていう話と同じで、みんなが同じ地点を見て同じトレンドを見て同じタイミングでここで入っていくだろうなっていうのがこう出来高とか見ていくとこうざわつき始めていくのが分かるんですよね。そこにこう自分もこう集合的に一緒に入っていくみたいな、そういう風にすれば、結構やりやすいんじゃないかなってね。なんかちょっとそんな風なのを今日は見てて思いましたね。でそこからはなんか自分がこうある地点を超えたら買い増していくのかとか、どのポイントで少し利確をしていくのかとかは、それはもう結構好みなんで、最近ねちょっと読んでる本だったら立て続けにねちょっと2人ぐらいねなんかこういう考え方ですっていう人に出会ったんですけど、その人は少し入れて試して、で次に大丈夫だなと思ったらもう少し入れて、でトレンドできたなと思ったらもっと大きく買っていくみたいな、そういう考え方の人だったんですよ、その2人とも。
なんか株でねというか、将棋でね、プロかなんかの人が引退して株やってますみたいな人とか、あと最近ベストセラーになった80歳ぐらいのねおじいさんでね、毎朝株やってて何十億と運用してますみたいなね、そういうおじさんはそういう買い方してるって言ってたんですけど、そういうのもねいいなと思うし、例えば、僕の場合だったら最初にこう買う単位があって、そこからなんか増やしていくのってちょっとなんか高くなっていくとこで買っていくのがなんかちょっと気持ち悪く感じるところもあったり、ちょっと安くなった時でさらに買いますのも、いやなんか形勢が不利になってるのにそこで買っていくのってなんか難品っていうか、負けてるところでこうマーチンゲールっていうかこう買い足していく、そういう怖さがあるんで、あんま僕はどっちかっていうと好きじゃないんですよ。それよりは最初にこの価格でこういう風にポンって入って、あとはその上がるところで少しずつこう売って、で残りをちょっと伸ばしてっていう方がちょっと気持ちいいなとか思ったりするんですよね。なんかそういうの本当好みなんで、じゃあその自分の好みと、じゃあ自分の持ってるお金と、じゃあその自分がそのかけたお金がどれぐらいで利確されてきて戻ってきて、で自分がどれぐらいの頻度でこうリサーチをして、そういうその全部が一体となって習慣になってて、いやもう勝たざるを得ないでしょみたいな、勝つのが当たり前でしょみたいな、なんかそういうふうにこうどんどんなんか勝つ以外できないみたいな風に習慣をこう作っていくのが一番大事だなって思うんですよね。なんか本当に何気なく、いやこれ当たり前じゃないみたいな感じで、勝つのが当たり前でしょ、これぐらいの頻度で勉強してこれぐらいで入れてったら負ける方が難しくないみたいな、歯磨きとかね、なんか習慣になってってね、本当になんかポーカーに関して言えばもう本当に自分の中でそれぐらいまで落とし込めるようになったんで、いやこれなんか負ける方が難しくないみたいな、そんな感じなんですよね。なんか株もねそこまで落とし込めてったらいいかなみたいなね、ちょっとそういうの挑戦してんすよね。どうですかね、うまくいきますかね。なんかね、なんかうまくいけばいいな本当に。いや当たり前でしょみたいな感じにまでしたいんですよね。前ね、なんかフィリピンのねビリヤードのめちゃくちゃ上手い人ってね、その人がね言ってた言葉がちょっと印象的だったんですけど、もうめちゃくちゃ上手いね、日本フィリピンってすごいビリヤードレベル高いんですけど、日本の人からしたらねもうトッププロレベルなのに、その人が言うのは、いやもう自信が欲しいってずっと言ってて、もう当たり前な自信が欲しいみたいな。でもそういうことだと思うんですよね、仕事って。ポーカーは本当にそこまでの自信があるんで、なんかそれを株もそこまでしていきたいななんてことをね、なんか思いながらね、朝ちょこちょこやってるんですよね。いや今日はねちょっとこんな話でした。やっぱ株やった3時間ぐらいやった後にね、これちょっと今録音してるんで株の話になったりしますね。いや聞いてくれてありがとうございました。ちょっとなんか参考になったりしたら嬉しいです。はい、ではまた。